メッサーラ、両足もげるぞ、気をつけろ。皆さんこんにちは。破壊神のナウです。前回のメッサーラに続いて今回素組みするのはこの機体 RX-178 ガンダムマーク2。地球連邦軍特殊部隊ティターンズに反抗する反地球連邦組織エウーゴがティターンズから奪取したモビルスーツ。エウーゴの戦艦アーガマにてパイロット神指弾の専用機として当初運用された。はい、というわけで今回は最後までぶっ壊れずに完成させることができるのか。というかメッサーラは勝手に壊れたんだけどね。このリバイブ版ガンダムマーク2、発売されたのは2015年で今から4年前。初代 HGUC マーク2が発売されたのは2002年なので13年ぶりのリニューアルになります。まずは A パーツから見ていきます。成型色は真っ白ではなくて若干グレーがかった感じ。各所にモールドが入っているのが確認できます。 A2 パーツは A1 パーツと左右対称のパーツになります。続いて B パーツ。色は少し紫がかったグレーでフレームや武器が並んでいます。続いて C パーツ。カラーは紺色で胸部とバックパックなどのパーツが並んでいます。 D1 パーツは赤。このスリッパをワンパーツで作る工夫だと思うんですが、がっつり肉抜き穴があります。ここは修正したいですね。 D2 パーツは少しオレンジがかった黄色になります。E パーツは目のパーツになるんですが、クリアグリーンで成形されています。その他ポリキャップとビームサーベル、あとホイールシールが付属します。それでは組み立てていきたいと思います。パーツの切り出しにはタミヤの精密ニッパーを使用します。切り出したパーツについている余分なゲートはゴッドハンドの型番ニッパーを使って処理します。ゲート跡の処理はこの段階では行わず、ステーサフを吹いた後に私は行っています。型番ニッパーは2度切り専用として1年半くらい使ってるんですが、切れ味がすごく良くて、これは買ってよかったと思います。まとめてパーツを切り出しておくと組み立てが結構サクサク進むので、この方法で今は行っています。組み立てている途中なんですが、肩の動きに少し感動しています。頭部は残念ながら合わせ目が目立ちますが、トサカの部分は別パーツになっています。頭以外のパーツは比較的合わせ目が目立たないようなパーツ分割になっています。ここで少し問題が発生しました。ふくらはぎの部分はフレームに外装をかぶせるような構造になっているんですが、ここが一度はめたら外せないくらいめちゃくちゃ硬いです。いろんなものをねじ込んでようやく外れたんですが、塗装される方はダボを削っておいた方がいいと思います。映像のようになかなかパーツがはまらずに、膝のパーツをはめる箇所に隙間が空いてしまっている状態です。このままだとね、当然膝のパーツははまりません。はい、それでふくらはぎのダボのところをもう一度しっかりと削り直して、さらに膝のパーツをはめるところも少し削っておきます。これでしっかりと膝のパーツをはめることができるようになりました。よかったです。
はい、というわけで素組み完了しました。先代は前腕やスリッパが結構大きめな作りになっていたんですが、リバイブ版はそういったところもしっかりと修正されていて、かなりかっこよく仕上がっていると思います。リバイブ版の100式と比べるとこんな感じ。どうでしょうか。2010年に発売された HGUC ダブルゼータガンダムも持ってきました。ダブルゼータも来年で10年経つことになるので、もしかしたらリバイブ版が出るかもしれませんね。次に細かいところを見ていきたいと思います。HG にしては結構しっかりめのモールドやパネルラインが入っている印象を受けます。個人的にはモールドが入っていた方が嬉しいです。マーク2の特徴でもある肩のフレームなんですが、ここもしっかりと再現されていてすごくいいと思います。足は少し太めで若干短いかなというふうには思うんですが、それほど気になるレベルではないと思います。腕の関節は文句のつけどころがないほどしっかりと曲がります。マーク2のアクションとして背中のサーベルラックからサーベルを抜く動作があるんですが、さてうまくできるんでしょうか。はい、こんな感じで結構いい感じじゃないでしょうか。すごいですね。足は走行のスライドギミックなどはありませんので、あんまり曲がらない感じですね。足首はこんな感じで結構しっかりと曲がります。ポーズを取るのにこういうのが結構重要だったりするんですよね。胸と腰のところにボールジョイントがあるので、結構グイッと曲げることができます。全体的にしっかりと稼働する感じで、こいつ動くぞって感じでしょうかね。外付けのバルカンも取り付けてみましたが、なかなかいいんじゃないでしょうか。かっこいいと思います。はい、続いて回収したい箇所や制作のポイントを見ていきたいと思います。このキット、ハンドパーツは穴の開いたグーが左右一つずつしかついてきません。そうなるともちろんライフルもグー持ちになります。ここはちょっとパテなどで修正したいですね。サーベルの固定方式は磁石に変更するのもありかもしれません。膝のラインがなんかねちょっと変な感じなので、ここはプラバンかパテで修正したいです。すねの走行のラインなんですが、ここは確かストレートな感じだったので、カットしてラインを変更してもいいと思います。足裏の肉抜き、ここもプラバンかパテで修正したいですね。シールドの紺と白の段差が全くないんですよね。これはすごいと思いました。シールドを短くする表現ができるのはいいんですが、この覗き窓に差し込むっていうのはちょっと個人的にはないかなと思います。シールドの位置は少し低く感じたので、マウント位置を少しずらしてみるといいと思います。バズーカは色分けされていないので、しっかりと塗り分け塗装したいですね。ビームライフルはエネルギーパックを切り離すと塗装が少し楽になるかもしれません。はい、というわけで今回はここまでになりますが、いかがでしたでしょうか。途中ふくらはぎのねパーツが外れなかった時は少し焦ったんですが、今回は無事に完成させることができました。マーク2の横に並べたい HGUC サイコガンダムは先月再販されたみたいなので、狙っていた方はこの動画が終わってからすぐに Amazon へポチりに行ってください。いや、最近ちょっと HG のゼータシリーズにハマってしまったので、今月の買ってみたらちょっとやばいことになりそうです。ちょっと買いすぎかもね。この動画最悪だわという方はバッドボタンを、いやなかなか良かったよという方はグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。ここまで動画を見ていただきどうもありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。